シュー。こんにちは、池田真子です。今回は整理収納アドバイザーとしてキッチン収納におすすめの収納グッズを紹介していきます。普段収納が苦手で悩んでいる方や、これから新生活に向けてお引っ越しをしたりとかライフスタイルが変わるっていう方もいると思うので、ぜひ収納を見直したいっていう時の参考にしてください。ちなみに皆さんのお家は賃貸か持ち家かどちらですか？ぜひコメントで教えてください。で、今回はニトリ、タワー、セリアの中からおすすめの商品を紹介していきます。ではまずこちら。ニトリの縦横伸縮洗面下ラックです。こちらは1990円で販売されています。ニトリではこういう洗面下とかシンク下で使えるラックがいろんな種類販売されているんですけど、こちらの特徴は幅、奥行き、高さ調整が可能になっています。ラックはこんな感じで見た目はすごいシンプルなラックになっています。組み立ても本当に差し込むだけですごい簡単です。で、こちらを使うことでキッチンのシンク下とか洗面下のデッドスペースを活かした収納が作れます。で、この真ん中の棚は取り外しができるようになっているので、排水トラップを避けて収納が作れます。で、こちらはスペースに合わせて幅も奥行きも調整できるということで、もう引っ張るだけで簡単に広げられます。シューシュー。サイズは概要欄にも書いておくので参考にしてください。で、これで幅を簡単に変えられたり、奥行きはまた横に引っ張ると、こんな感じでこの棚自体も伸縮できます。なので収納したいものとか収納した幅に合わせて調整ができます。結構収納で失敗しやすい原因として、このサイズを測ったつもりが合わなかったっていうこと結構あるかなと思うんですけど、こういう伸縮タイプであれば、多少サイズが違ったりとかしても、その伸縮によって後から調整できるので失敗しにくいです。で、さらに引っ越しをする機会が多い方とか、だから生活のライフスタイルが変わりやすいっていう方も、こういう風に伸縮できるタイプであれば、その時々のお家とかライフスタイルに合わせて調整ができるので、毎回買い替えなくて済みます。で、高さに関してはこんな感じの足を取り付けるんですけど、この差し込む方向によって2段階に調整できるようになっています。今ちょっとそれぞれ刺してみたんですけど、この私が持っている方がちょっと足が長くなっているのがわかるかと思います。で、こういったラックがあることで上と下に分けて物を収納することができるので、たくさんのものを収納しやすかったりとか、それぞれ取り出しやすくもなります。で、他にもこのパッケージに書かれているようにニトリで販売されている収納ケースを組み合わせることで、見た目もすっきりとした収納を作ることができます。シンク下や洗面下に限らず、物置とか押し入れとかでも活用できると思うので、長く使える商品だと思います。続いてこちらです。ニトリの隙間なく並べるつり戸棚ストッカーです。で、こちらお値段は M サイズが699円で、この S サイズが599円で販売されています。容量は11リットルと8リットルです。で、こちらの特徴はつり戸棚ストッカーということで、このケースの手前に持ち手がついているので、高い場所に置いた時も取り出しやすくなっています。さらに横から見るとここに仕切りがついていて、上下どちらからでも持てるようになっています。だから下の方に置くときはこの上の持ち手持つことができるし、高いところに置くときはこの下の持ち手を持って引き出せます。さらに商品名の通り隙間なく並べるということで、こんな感じでケースを並べた時に隙間ができないような作りになっています。
よくあるケースだとちょっとこういう感じで隙間ができたりするんですけど、これはもう本当にきっちりピタッと揃うようになっているので、同じシリーズで揃えると見た目もすっきりとした収納になります。で、同じサイズのケースであれば上に積み重ねて使うこともできます。で、カラーがこのクリアとホワイトも販売されているんですけど、クリアの方は中に入れているものっていうのが分かりやすいので、パッと見て取り出しやすいです。ラベリングするのも手間っていう方は、こういうクリアタイプを使うと、ものによってはね、結構中から見やすかったりするので、そういう手間も省けます。逆に結構お部屋の中でも見える場所で使いたいとか、目隠ししたいっていう場合は、ホワイトだとスッキリします。で、使う時の注意点としては、これ横から見た時にこの上の高さがまっすぐになっているので、もしこの高さがギリギリのところに収納するってなると、ちょっとこう全部を引き出してからじゃないと取り出しにくくなります。ちょっとこうゆとりがあると、その分傾けて下にこう引き下ろすっていうことができるんですけど、その収納したい場所によってはこの上に棚があると、こうやって避けてからじゃないと抜けなかったりするので、そこだけ気をつけてください。なので結構高い場所に置く場合は、ちょっと上にゆとりがあると取り出しやすいと思います。目線より下ぐらいの高さであれば、そのまままっすぐ取り出しやすいと思います。で、キッチンだと例えばこう水筒とかのボトル類をまとめて収納したりとか、なんかパスタセット、お菓子セットとか乾物を収納したりとかっていう使い方もできるし、キッチンに限らず物置で使ったりとか、ワークスペースなどで使うということもできると思います。今回紹介するもののほとんどがキッチンに限らず他の場所でも使えるものが多かったりするので、そういうものを選ぶと暮らしが変わってもまた使い続けやすかったりとか、汎用性が高いっていうのもおすすめポイントだったりするので、収納グッズで失敗したくないっていう方にもおすすめです。はい、続いてこちらです。山崎実業の立体横伸縮カトラリーケースです。こちらは3960円で販売されています。このタワーのカトラリーケースはもう本当に発売した時からすごい人気なんですけど、こんな感じでカトラリーを斜めに収納できる商品になっています。で、中にはこんな感じのケース本体と、あとは自分で組み合わせて使える仕切りが入っています。で、こちらのケースはスライドをすると、はい、こんな感じで伸縮することができます。なのでこちらもキッチンの幅とか収納するものの量に合わせて調整ができるようになっています。なので例えば一人暮らしで使っている時はそんなにカトラリーも多くないと思うので、こんな感じでコンパクトに使うことができるし、そこからまた結婚したり家族ができたりっていう風にするとまた量も増えると思うので、こんな感じでその時々に合わせて調整ができます。そういう風にライフスタイルに合わせたりとか、その時使っているキッチングッズの量に合わせて形を変えることができます。で、この付属の仕切りはこんな感じで好みの場所に設置することができるので、キッチンの高さとか入れたいものに合わせて調整ができます。もうすでに仕切りの位置が決まっているものだと、それによって収納したいものが仕切れなかったりとか使いにくかったりするんですけど、こうやって自在に変えられるのも助かりますよね。で、あとは何よりこの仕切りがよく見るとこういう風に斜めにセットできるようになっているので、本来寝かせて収納するとこんな感じで幅を取ってしまうカトラリーも斜めにしてちょっと寄せることでたくさん収納できるようなものになっています。長さもあるのでこういうトングも入れられるのはいいですよね。こういう伸縮できたり可動できたりするものっていうのは収納が苦手な方にも特におすすめです。
はい続いてこちらです。同じく山崎実業の伸縮収納棚です。こちらも3960円で販売されています。でまたまたタワーの商品なんですけど、こちらもこの写真のように好みの場所に棚を自由に作ることができます。でこちらも書かれているようにシンク上やシンク下でも活用できます。でこれが本体でもう組み立てた状態になっているんですけど、組み立てももう付属のネジとあと六角レンチで取り付けるだけなのですごい簡単です。で扱う時はこれなかなか重さがあってしっかりしているので、それだけ気をつけてください。でこんな感じで形ができたら、もしさっきみたいな収納したい場所に合わせてこんな感じで伸縮ができるようになっています。さらに同じものを積み重ねて使うこともできるので、ちょっとこう高さがあったりデッドスペースができやすい場所には上にも乗せて、でこの真ん中の部分でネジで固定できるようになっているので、ここをつないでおくとその重ねたものもずれたりとか使っているうちに落ちてくる心配もなく使えます。でこれ最大60センチまで伸縮ができるようになっているので、結構しっかり伸ばせますよね。でしっかりしているので、例えばシンク下だったらフライパンとかお鍋とかも収納しやすいし、あとは食器とか置くにもいいと思います。結構パントリーとか食器棚とかで幅があるスペースであれば、こういうのを活用することでまた高さを生かした収納が作れます。でこれ裏には滑り止めがついているので、このラック自体も動きにくいし傷つける心配もないです。耐荷重は約 3kg なので重たいものも安心して置けます。で今回紹介するもの、これ伸縮系のものが多いんですけど、やっぱりこういうタイプだと本当にその場所に合わせて収納が作れるし、例えばなんか予定ではここにこのラックを使おうって思ってたけど、でも実際使ってみたらなんか違うなってなった時もまた他の場所で活用できたりもするので、買って予定してた場所に合わなかったら終わりっていう感じになりにくいのもいいポイントだなと思います。なので今まではキッチンで使ってたけど、お家とか暮らし方が変わって、その後はデスク周りで使おうとか押し入れで使おうみたいな感じで変えることもできるので、買って合わなかったら終わりっていうことになりにくいのがいいなと思います。あとは簡単な組み立て式なので、こんな感じでコンパクトに届くのもいいですよね。こういう収納グッズもあんまりかさばりすぎると使わなくなった時に手放すのも大変だったりするんですよね。なので私も極力あんまり手放すことなく汎用性の高いものを選んだりとか、収納を作る時に失敗しにくいものっていうのを使ったりもするんですけど、そうしていくと本当に暮らしが変わるたんびに収納グッズを買う頻度っていうのを減らすことができるので、結果的に節約にもつながると思います。節約というか無駄買いを減らせるような感じですね。でこれ本体はスチール製でできているので、汚れた時もさっと拭きやすいし、マグネットも対応するのでマグネットで固定したりとか、何かこの裏に浮かせたりとかということもできると思います。はい、次からセリアの商品です。こちら伸縮キッチン整理トレイです。こちらは100円商品です。はい、こちらはもうこんな感じですごい真っ白でシンプルなケースになっているんですけど、これも伸縮ができるようになっています。引っ張るとはい、こんな感じでめちゃくちゃ長く伸びます。これは25から42センチまで伸びるので、キッチンの菜箸とかトングとかそういう長いものもすっきり収納できます。あとはキッチンのスペースに合わせてぴったりの収納が作れます。でこちらのケースはこんな感じで伸縮ができるので、この奥行きをぴったりにするっていうこともできるし、いくつか買って奥はちょっと狭めて、このもう一つ同じケースを奥に置いてとか、いろいろパズルのように組み合わせながら収納を作ることができるんですよ。それがすごい便利だなと思って、これがあればもうほぼサイズをきっちり測らなくても好みの収納が作りやすいので、もうどのケース買っていいかわからないってなったらこういうのを使うのもありだと思います。
やっぱり見た目もすっきり綺麗に収納したいっていう場合は、さっき紹介したようなタワーのカトラリーケースがぴったりだと思うんですけど、このセリアのケースは一個一個バラバラに使うことができるので、この使う向きとか置く間隔とかも全部自由に調整しやすいっていうのがメリットです。あとはもうシンプルなケースになっているので、キッチンに限らずデスク周りとかで使うこともできます。なので汎用性の高さを重視したい方とか、あと費用を抑えたいという方にもセリアがおすすめです。で、他にもこちらセリアの伸縮収納トレイっていう商品なんですけど、これも幅が同じになっているので、こちらを上に積み重ねて使うこともできます。これ同じサイズのケースを積み重ねるっていうことももちろんできるんですけど、結構キッチンの引き出しとかって高さが限られていたりもするので、そういう時にこれがあるともう少しこんな感じで高さを抑えて収納を作ることができます。なのでベースはこの伸縮キッチン収納トレイを使って、もう少し小物をこう上下に分けて収納したいってなった時に、この浅い方のタイプを買い足すっていうのがいいと思います。ちなみにこの浅い方2つ組み合わせると、さっきのケースと同じぐらいの高さになります。なので竹串とかあんまり高さが出ないものを収納するんだったら、こんな感じの組み合わせもいいですね。で、こちらのケースは角の部分に丸みがあるので、お手入れをする時も拭き取りやすくなっています。はい、続いてはこちらセリアの L 字透明式リータです。こちらはショートとロングの2種類販売されています。それぞれ110円です。これはもう私大好きな商品で、もう本当に何個買い足したかわからないぐらい、お片付けサポートの時はもう毎回必ずいっぱい持っていくんですけど、どこでも好きな場所に仕切りが簡単に作れます。はい、商品はこちらです。こんな感じの L 字の仕切り板になっていて、付属で粘着テープもついているので、この四角い場所に粘着テープを貼って固定することができます。で、この粘着テープはちょっとスポンジのような感じのタイプになっていて、はい、こんな感じで白いシールになっていて、クリアケースとかに使った時はこのシールが目立ったりもするので、アクリルテープをいつも切って貼って使っています。で、こちらがあれば、例えばさっき紹介したようなトレイに貼るだけで中に仕切りが作れます。なので例えば子供用と大人用のお箸っていうのを分けて収納したりとか、フォークとスプーンっていう感じで仕切ることもできます。でもシンプルな L 字になっているので、一応向き的にはこういう風に貼るんですけど、例えばもう浅い場所とかだったら傾けて使うっていうこともできるし、あとはこんな感じでへの字になるように固定すれば、さっきのタワーのやつに近いんですけど、ちょっとこう斜めに収納したりっていうこともできます。で、ショートは3個入り、ロングは2個入りで販売されているんですけど、これ同じサイズを組み合わせると、はい、こんな感じでなんかちょっとしたトレイみたいな形で使うこともできます。こういう形で使うこともできるし、なんかこういう風に向かい合わせになるようにするとここにも物が置けるし、ちょっとこう狭くして細い夕方になるようにして、ここにキッチンバサミとか立てかけたいものっていうのを収納することもできます。これはもうすごいシンプルなので、本当にいろんな使い方ができるっていうのがおすすめポイントです。あとはキッチンに限らずこんな感じでデスク周りで文房具を仕切って収納することもできるし、こういう風なトレイでちょっとこう足がついているものとかだと粘着テープをつけても固定されなかったりするっていう時に、このさっきの仕切りを引き出しに固定しておいたら、これでこのケースがずれなくなるっていうこともできます。もうこれは本当に持っていたら何かと使える商品なので、もう見つけたらぜひゲットしてほしい商品です。
はい、最後こちらです。セリアのブックスタンド夕方です。こちらも110円で販売されています。セリアはもう本当に今でも全品110円で販売されているので、安心してお買い物できますよね。この前も結構大きい店舗に行ったら、今まで見なかったような新商品がたくさんあって、もうカゴパンパンに入れてお買い物しました。またそういう新商品も今後順番に紹介していくので楽しみにしていてください。で、こちらはブックスタンドなので、本来はこう本を立てて収納ができるようなものになっているんですけど、キッチンでも活躍できます。例えばこちらをこのまま固定して、ボウルとかタッパーとかを立てかけて収納することができたりとか、あとはまあ大きいケースとかがあれば、さっきの例えばこういうニトリとかケースの中に入れて使ったら、そうするともうここで仕切りとして使うこともできます。レトルト食品とかお菓子とかも結構ごちゃごちゃになりやすかったりすると思うんですけど、そういうところで使うということもできます。あとはこちら向きを変えてこの字ラックのように使うと、マグカップを置いてみたりとか、調味料を上下に分けて収納したりとか、いろんな使い方ができます。さらに棚板に引っ掛けて使えばちょっとしたラックになったりとか、これマグネットも対応するので、いろんなものを浮かせて組み合わせて使うこともできます。あとは料理中とかだったら、ここにポリ袋をセットすることでゴミ袋スタンドにもなります。はい、あとはこれ2つを組み合わせて使うと、こんな感じで四角い棚みたいなものができたりとか、さらにこれ伸縮して固定しておくっていうこともできますよね。これはもうキッチンに限らず、デスク周りとか洗面所とかいろんな場所で使えるので、もしキッチンで使うのをやめたっていう時も他の場所で活用しやすいです。結構いろいろ組み合わせたりとかすると楽しくなってくるので、皆さんのお家だったらどんな使い方ができるかとか考えてみるのもいいと思います。はい、こういう感じにも使えそうですね。はい、ということで今回はキッチン収納に使える便利グッズを紹介しました。皆さんの中で気になるものはありましたか？もしかしたらもうすでに使っているものもあるかもしれないですね。今回紹介したものはいろんな方のキッチンに対応しやすかったり、キッチン以外の場所でも使えるようなものが多かったので、もう極力収納グッズで失敗したくないっていう方は、今回のような伸縮できるものとか汎用性の高いものを選んでみてください。過去のお片付けサポートの様子は再生リストでまとめているので、概要欄の方からもご覧ください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。